は。ジャズドラムの黒田和義です。そして、皆さんご存知の、東京事変、秦俊樹。桜餅なんだろうな、はい、時期とかね。時期あるのかな。 YouTube ってあれだよね、時期関係ない方がいいよね。まあいいんじゃないかな、ね、この時流行ってたんだなって思ってもらえるからいいんじゃないかなと。何ヶ月前とかが出てるうちはいいけど、もう1年過ぎると1年前2年前になるから、夏に冬の格好だから服装とかもこだわってたりする？俺服装はまあなんかまあいい年なんでちょっとスーツ寄りかなって感じだけどね、ジャズだし。いやだからまあ話としてはめっちゃ T シャツ短パンだなと思うと季節感が出てしまってそういう話。わかるわかるわかるよ。本当どうでもいい話。だから年中これでいけるようにまあスーツ系にしてるけどね。はい、今日は東京事変の名曲のスーパースターをまあ秦くんの演奏の解説を本人にいろいろ聞いてみようというコーナーでございますが、光栄です。はい、まあ著作権上の大人の関係上、大人の事情で僕のバンドで椎名さんが歌ってるわけじゃなくてりんごさんが歌ってるわけじゃないですが、僕のバンドのメンバーに歌っていただいて、この曲を録音してみました。まあ今ババッと聞いてみてですね、まずこのパターンは何で思いついたらこのタムのいきなり、好きなんですよ。普通だったら普通じゃないですか。普通にズンズンタンズンズン。絶対俺やっちゃうな普通に。やっぱり奇妙奇烈なことをやる。でこの曲実は2タムなんですよ。今日はだし、まあワンタムでライブする時もあるけど、前回って言えばいいのかな、まあさっきかな、キラーチューンでも言ったけど全部オルタネート、でこのパターンオルタネートで2タムでやろうとするとまた手が逆になるね。ちょっとやるとタトトトンと全部シンコペーションになる。まあいわゆるこの話はちょっと離れてしまったけど今、まあこうじゃなくて、まあタムパターンでなんか普通じゃないことやりたいなと思って、やっぱ加工フレーズでもうどの曲にも言えるんだけども、よっぽど速い曲じゃない限り、僕タム回すと必ず16が先に行くんよ。タトストストスト、タトストスト、タカトトトトトって。裏から移動したいってことでしょ。そうだから、右利きの人が普通にタム回すと、タカトコトコトコって。表で動いちゃうね。それが俺がやると、タトトントントンって、タトトントンってこう、ちょっと流れが美しく。進行感がある感じですよね。いわゆるクロちゃんのシンコペーション。シンコペーションをクロちゃん独特な呼び方してるのをなんて言った先行音とか。その先行音を生かす。あとは僕、チャイナの使い方がすごい独特ってよく言う。普通に、まあ、こういう風に使うのが一般的だけど、チャイナがないとこの曲ほぼできないなっていうぐらい、まあ、なくてもいいんだよ。なくてもいいけど、まあ、あった方が、このフロアタムと、これはもう完全に吹奏楽とこうシンフォニックな曲の影響、このドシャーンってシンフォニーの感じだね。こういうのとグランカッサーバスドラムがドーンってなってティンパニーがボーンってなる感じが欲しくてこう。右から裏から行くから移動しやすいんだね。だからまあいわゆるさ俺もいろんなコピーマンだからいろんな人コピーしてるけどこの動きはミスチルのジェーンさんは全部裏移動なのよ。もう徹底的に左移動する。あの人多分右利きだから全部多分こう左で移動していく。
それもこだわりなの？多分絶対こだわりだとあの方一緒に飲んだことあるんだけど、めっちゃ面白い。いや、ジェンさん大好き。あの人のドラムめちゃくちゃかっこいいの。ねえ。そうなんだ。それはやっぱ意図してこう、流れ。そう。じゃあ、裏拍で移動すると、だから、まあ、大学で教えるときにそういうこう、ポップスの授業をしてるときとかは、ジェンさんのドラムとか、まあ、肌ボのこれとかもやっぱり、こう、裏から動くから、まあ、旗部の場合は、まあ、サウスポーなのもあるのかなとは思いつつ、で、そうするとちょうど右で移動していけるもんね、ちょうどね。で、ジェンさんとか多分左で移動していくんだけど、なんかおしゃれになりやすい。でも、なんか、ポップスになりやすい感じがするんだよね。で、逆に言うと、なんかロックドラマーな感じ、ロックって感じのやつの場合はもうタムを表から移動した方が。そう。それはね、すごい憧れる。だかどこ。そう。このパターン、むしろ、俺、本当に練習したことないから、右端までできないけどね。これぐらいできないです。こんなテンポでもっていう。いや、これ頭でこうね、メロディーになっちゃうからだと思うんだけど、これは面白いね。でも全部裏で移動して、ドンツタタと、ここで移動するんだよ。だから、本当は2タムあるから、ドンツタタトントントトトパントンドンタタトントントンと。で、右にアクセントを置くことによって、裏からって感じが出しやすい。裏、うととと、パントンドンと、裏、ドンみたいな。この曲の、まあこの曲もそうだけど、全体的にそうだけど、これで、こう、なんていうの、観客の気を引いておいて、A モルに行ったら普通のドラマは絶対ハイハットで8ビートいくと思うんだけど、このまま突入したね。覚えてる。そうすると、もう二度と出てこないの。この歌もな。そう。二度と出てこないモチーフって何やねんっていう。前半に使い切っとこうみたいな。そしたらアウトロで出そうかなって言ってもアウトロに使う感じだよね。やっぱアウトロはもう金物が鳴ってる感じがするから、せっかく作ったキャラクターをイントロの8小節で終わらせたくないと。だからさっき間違えてハイハットって言って、だからハイハットでやるときもこう。温度を下げて。ハイハットで8ビートを叩くんじゃなくて、最初のチャイナをハイハットにしろっていう案内なのね。チャイナだからこの曲に関してはいわゆるエフェクトシンバルじゃなく、もうチャイナ担当の、こういうオーケストラでいうコンサートシンバルの役割の人っていう一つの。だから、できたらこの曲やるときはチャイナがあった方がいいかなって珍しく、スプラッシュがないとダメとか、そういうことじゃなくて、チャイナがあった方が、曲のこの、構成というか、下手くそ。まあ、その、荘厳な感じがこの、で、A になったから、ちょっとこう、スケールダウンをするためにハイハットのオープン使うっていうことなのね、これはね。気温を下げるというか、ここは、シャイナーを叩いて、ここはハイハットっていう意味なのかな。そう。ハイハットか、もしくは、まあ温度が下がればいい。で、まあ普通にサビのとこまでずっとこのパターンでいって、ダッ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 ダのアウフタクトで止まると。で、サビ行くと。もうサビはもうあと普通にハイハットともうベースの縦乗りずっと合わせていくんだけど、このなんかこう3拍って書いてあるとこはもうずっとこれもう3拍やりたい。角度がめんどくさくて、まあ手癖だな。譜面のさ、この2拍目、これ2拍目だよね、多分ね。2拍目はこれチャイナを打つって感じなの。いや、そこはただのアクセント、2拍目の。2拍目のアクセントだな。まあ、そこね、ギターソロが、トゥルルル、トゥルルルって、最初は、と違って、そこは重きを置きたいポイントだったから、
ゃん。しっかりこれコピーしてくれてるから。なので、ここは、ここ、2拍目だけじゃなくて、タラララ、タララだから、2拍目も4拍目も重きを置きたいって感じだよね。ズンズンガンズンズンズンガンズンズンズンガン。で、6連符で、まあ、一旦盛り上げて、ここでリズムに戻して、で、そのままフィルインで止めるみたいな流れを作りたかった。これぐらいのことは一応書いとくんだ。一応。なんか、どうだっけみたいな。俺も忘れるから。まあ、こんなことやりたいな、みたいな。で、これ無視することもあるでしょなんか。もちろんライブでは。なんか違うこと思いついたらそっち行っちゃうし、みたいな。亀田さんがロストしちゃいそうになるようなことは、控えなきゃなと。怒られる。後で。怒られはしないけど。こっぴどく。頭がわからんって。って言われる。何回かあったけどね。こっぴどくは言われる。亀田さんめっちゃ優しいから。そしたら今どこって。でもそういう時ね、ウッキーが、浮雲くんギターのがグッと見て、ここってやってくれる。たら亀田さんありがとうっていう時があったような気がする。このタタタも決めじゃなくて、あなたのフィルインを。これ決め事だったかな、最初から。ベースもやってんのか、タタタって。あれ、俺これ CD でやってなかったらごめんね。CD でやってなくてもライブでは、ここやってた。もしもに。メロディーに合わせたね。もしもに合うんだ、これは。そう。で、ブレイクして、で、まあ、あとはアウトロー。まあ、ここはやっぱりタムに戻れんよね、ここまで来たらね。やっぱり金物が鳴ってないと、温度が下がるのは一番いけないから。ちゃんとフィルインまたぐって書いてあるよ、これね。これは何別にまたがんでもいいけど。またがんでもいいけど、期待されてるなって。みんな、来るでしょ、ずっとダガ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 ダって期待は、それは期待は誰その亀田さんとか。いや、これも完全にお客さん。お客さんも、やっぱり CD 聴きまくってるからね。キッズたちは喜ぶかな。なるほど。なるほど。だから、でもこれぐらいしか書いてないもんね。やっぱり基本はあんまりそういうこう流れだけ分かってる方が俺は譜面もいいと思ってて、で僕はそのジャズとかやってるからだからいろんなアドリブのコピーとかはしてあったりとか、そのアドリブする時のメモはあるんですよ。なんかこのまあ書いてあったり覚えてたりするんだけど、それはなんか何も浮かばなかった時はそれ行くけど。そう、それね、わかる。ただ、よりベターなアイデアが浮かんだ時は、そっち掴みたいじゃん。やっぱり。やっぱりこう、俺ら演奏ってさ、俺はジャズでいつも思ってるけど、まあ普通のアマチュアの人ってさ、まあうちのオンラインのスクールとかだと、とりあえず、自分の点数どれぐらいですかって言ったら大体みんな20点、30点で言うんですよ。じゃあ60点とか80点やっぱ平均したいですよねって言うんだけど、俺は自分で演奏するときは100点は絶対なのよ。絶対100。で、200点とか400点とか狙いたいみたい。で、俺は80点だけどね。そうなの。さすがだな。いや、俺はもう演奏で初見であろうが何であろうが、もうミストーンは絶対、基本は、まあ 100% ないとは言わないけど、ミスしたら挽回してでも100点に戻す。なるほどね。ね、100点は絶対取りたい。そうね。取り戻すっていうか。そう。100点は取りたいし、まあ、ゆくゆくはやっぱりいけたら300点、400点取りたいし、で、いいメンバーだと普通に400点ぐらい取るんだよ、やっぱり。もうこの間とかも井上聡さんってね、さっきちょっと見てもらった映像のやつとか、まあ生で見てたからだけど、初めてジャズって見た人がニコニコになって、終わってからなんかもう興奮して喋りかけに来るっていうような、それぐらいのこう、自らそう、向こうから。いや、それぐらいのやっぱりこう点数取りたいって俺は思ってて、だからその、やっぱりこう、譜面にするとさ、で、僕、YouTube 上げてると、なんか、ハイハットとかも意図的にクリックよりも前踏んだり後ろ飛んだりするんだけど、コメントにハイハット揃ってないって、いや、揃えてないんだよとか思うんだけど、すんませんって書くしかないんだけど。基本フラムですから、俺の。ハイハットとスネアは。特にこの、バラードはさ、これもう、スネアフラムかけんと絶対走るからさ。絶対走るし。フラムが何かわからない人に紹介しますが、要はフラムっていうのはこれですね。ボースっていうのがあって、ボースって同時だと音がパチンっていうの。
ずらすんだけど若干ずらすことによって生まれるんだけど、これハイハットからスネアをフラムかけるんだよね。うん、そうそうそう。だからこう。これはやりすぎ、いやでもこれ、いやでもどんどんツタンどんどんツタンぐらい聞こえるよね。ね、それぐらいやるよね、普通に。そうそう。だからこれ意図的にやっぱりこう俺はグルーブっていうのは意図的なそのズレだと思ってて、ただまちまちだとグルーブしないので、ずっと同じ分量だけずれてるっていうのがグルーブだと思ってるので、うん。だからこの間言ってたもんね。だからどうやってそのスネアのこのためを作ってるのって言ったら、ハイハットだけクリックにしっかり合わせて、スネアだけできる限り引っ張るって言ってたもんね。歌える限り後ろで歌うみたいな。歌えないとダメなんだけどね、結局ね。あと本当物理的にこのテイクではやってないけど、足はずっと8分で、実はライブCD そうかもしれないね。こうだったかもしれない。このテイクでやってないけど、特に金物とスネアドラムとバスドラムって同時に踏むとそれこそボスになっちゃう、ね。これも俺もうすごい自分で不快なの。やっぱかっこいいしね。じゃない。いや、メル・ルイスっていうドラマがいるんだけどさ、ジャズドラマなんだけど、あんまりやっぱりタム使わんじゃん。だけど、スネアとこのフロアをさ、結局こう同時にすると一種類じゃん。でもあの人は当たり前だけどフラムかけてて。で、しかも右手と左手のバランスで、歌い分けるの。わかる。っていうか俺本当にフラムもこっちの練習しかしたことないの。だからこの門だんだんこうやる時が多い。だからずらし方がこっちを遅らせたいから、絶対スネアがオンの方がいいっていう。だからこっちが前か、それがこっちがオンだったらスネアは後ろがいいっていう。どっちでもいい時は両手でやってる。だから俺フラムすら練習片方しか練習してないから、オルタネートしか練習してないから、フラムでモンみたいな。力強さとか見た目のためにこうなる時はあるけど、でもそれはあえてずらさないとやっぱ同じ吊り橋にやっぱ音が乗っかるとね、やっぱ位相の関係で消えちゃうから。そうなんだよね。それでね、やっぱ譜面書かないっていうのも言ったけど、その譜面見てるとやっぱ下のものを掴みに行く感じするじゃん。やっぱこうね、前を向いて上を向いてこう掴みに行くためにあんまり書いてないね方が、結局目からの情報に頼りすぎちゃうから、やっぱりその場のその結局ポップスはもちろん大体決まってるけど、ジャズなんかはなんで俺らジャズやってるかって言ったら、もうその時しか感じない音を感じたいわけじゃん。で、いやこのウェイン・ショーターっていうサックスプレイヤーがいるんですが、すごい有名なマイルスのバンドにいたサックスプレイヤーがいるんだけど、その人がソロやってる時にベースのジョン・パティトッチっていう人がこう弾いてて、えも言われない素晴らしい音を弾いたんだよ。なんでロングトーンでうわーって吹いたわけだ。サックスがうわーって吹いて最高だと思って、で何の音使ってたんだろうと思ったら、ルートっていうか一番一番根音の一番しょうもないと言われてる音なんだけど、積み上げてその音色でそのルートを弾いた時の要はそれを掴みに行ってるわけじゃん。そこまでのそうだから譜面にしたら一番初歩の初歩まで戻っちゃってるんだけど、演歌の一番いいとこみたいな。積み上げて一番上に置いた一番最初の音がなんかこう聞いたこともないような音みたいな。だからこうやっぱりジャズなんかやってると人生で今まで聞いたこともない音が浮かぶことがあって、でその音をみんなで出した瞬間にうわーって思う瞬間のためにやってるみたいな。客少なくても俺らはなんでジャズやるかって言ったら、
その音を自分たちミュージシャンで感じてて、まあ聞いてくれたらいいよぐらいの感覚。それをねこっちでね感じてもらいたいのがまあ一番だよね。本当その感じすごいわかるよ。ね、だからなんかこういうふうにして、まあジャズの場合はさ、ドラムがそこはドラムしかできない部分とかあるんで、この瞬間これはもうドラムでここを押すのが正解でしょうってみんながなってこっち見るぐらいの感じの時があって、その時にこれですねって言った時にイエーイってなったりするわけで、だからそういうこうなんだろうな、お客さんも当然ね、ジャズの方とかうるさいだろうから、だから前段階で何をやってるかっていうのがすごい大事で、そこで出した音がそうやって譜面書いてあって、その音をさそこで叩いたらその音が鳴るかってそうじゃなくて、こう積み上げてきて、特にバラードなんかそうじゃん。だからこの曲なんか聴いてても、いや多分やっぱお前ら感動するな、後半とかさ積み上げがあるじゃん。そしたら前半ちゃんと間引いてるし、前半も思いっきり叩いてるけどちゃんとこのさっき言ったみたいなタムの移動があり、でちゃんとこうね、グレードダウンするためにハイハットやったりとか、そういうこう、ちゃんと前段階で温めてあるから後半の伏線回収がうまくできてるって思うし、サビでやっといわゆる8ビートが出てくるっていうのがやっぱいいなっていう。僕クラシックの音大で教えてるから、クラシックの音大のドラム習いに来る子ってやっぱり当たり前だけど譜面異常に強いんで、ね、だから最初からこう譜面で珍しいな、譜面弱かったクラシックの生徒。そうなんだ。そう普通バリバリ譜面読めるんだけど、で譜面バリバリ読める子は譜面から離れられないんだよ。でだからその譜面から離れることで得るなんか良さみたいなのがあるんだけど、なかなかそれ伝えるのほんと何年もかかるんだけど、だからこうやっぱり今の若い子とかやっぱりこうさっき言ったみたいに譜面が簡単に手に入っちゃうから、いや譜面ありきでここにこの音ですよね、ここにこの音です、いやそこでその音が聞こえてんのかみたいな話になるわけじゃん。そうだね。そこら辺がねやっぱりそういうところが、別に聞こえてなかったら別にもっとシンプルにしていいし、自分の聞こえる音で喋った方がいいと思うし、そこら辺ですね。バラードはやっぱ特にそういうの顕著だし、いや顕著だよね。バラードなんかドラマー変わったらもう180度変わるよね。そうそう、ゆっくりだから簡単だって思われてんのかなとか思うけど、バラードをちゃんと叩けないやつ結構いるからね。いやまあ本当に、ジャズの特にバラードってブラシじゃん。あれほんとただ遅いだけって思ったら、いやバラードってめちゃくちゃスピード感がなきゃいけないから、だから今スネアとかをどんだけ貯めるかとか、スネアの音色どうするかとか、そういうのめちゃ大事じゃん。だから譜面通り叩けば逆に言ったら譜面通り叩けば全員ボースになるわけじゃん。それなんやねんみたいな話が溜まってるから次の音が早く来る。いやそう次の音を呼び込んでるっていう。でテンポは変わんないっていう。そうだからスピード感がテンポゆっくりなのに出すためにはジャズもいろんな手法があったりとかするんだけど、そういうのをただ遅いだけって考えてやられると、でこれなんかハイハットスプラッシュの奏法がなんちゃらかって言ってあるわけで、これはだから前回キラーチューンやった時にこれがなんで癖かって言ったら、俺は特にバラード、こういう熱いバラードの時とか、普通にこうこっちに川物に行っちゃう時に金物が減るのが嫌なんだよ。結構速い曲でもそのハイハットの流れが、そのせいで何かが失われるかもしんないけど、この俺は全部のトータルのバランスをすごい意識したくて、さっきまで鳴ってた金物がなくなることがすごい寂しくて。寂しいよね。まあもちろんそれをカバーする方々がね、ギターとかねものがあるかもしれないけど、だからこの
メインの面白いビートというか変なビートも、でまあ A メロは少し減らして。分量減らしてるわけ。そうそう。タムだけに行くのがね、俺の中ではあんまり、なんで、キラチューンの回ではフットスプラッシュなんかどうでもいいよって言ったけど、まあ、これを機に、スーパースターの時の曲、ゆっくりだから、これを機にフットスプラッシュ練習する。フットスプラッシュってさ、こうちゃんってどうやって生徒さんに教えてる？俺はかかととつま先で、かかとを多分ちょっと斜めに、俺もちょっと開けないとし、まっすぐだといけるけど、斜めにした方が、プレートの大きさもあるしね、靴の大きさもあるから、俺も斜めにする。だから練習はハイハットね使わなくても叩く練習とかねできたらね、これはあくまでテクニカルですごいなっていうのは本当ドラマだけの喜びだからどうでもよくて、一番大事なのはタムに移動したり買うもののおかず、長いおかずに行った時に温度が下がらない熱量が下がらないようにっていうための、まあ練習かな、そういう時にだからねあると。あっちゃいけない時ももちろんあるし、ね、平らっていう意味では全く別で、平らにしたいっていうのとは別で、とにかくこう熱量を下げないように、だからそういうとこは意識してやってるわけですね。この畑くんの手書きの面です。これちゃんと 2A のとこは歌詞がちゃんと聞いて書いてある。違うサビのとこかも。もしもぼーっとしてる時あるから本当に聞いちゃってて、入るの忘れ、さっきもあっちで話しててたまにね、さっきもうなんか2番煎じになるとあんま面白くないけど、ピアノボーカルの方とかギターボーカル2人だけとかでやってでもカホンの時の時かな、カホンまあドラムの時もあったかもしれないけど、もうどっから入ってきても大丈夫っすよみたいな時に。良きとこで入るわみたいな感じで言っといて、一曲丸々入らなかった叩いてくださいよってあのさんなんで叩かないんですか？いやごめん聞いちゃってたっつってね聞き込んじゃったらなんか入りそびれた感もあるんだけど、ごめん、そうやっぱこうね頭こういう風にねギターと歌だけとかだとこれずっと聴いてたいなっていうね、思う。なんかねドラム入るよりもなんかそのまま聴いてたいなと思う時あるよね。まあだからこそこうぶち込んタムフレーズなのかもね、今思えば。インターの4小節目の「ダダダダダ」もね、これはね椎名林檎さんのオーダーですね、ここの。ここね。俺のこの「うだだだだだ」を痛く気に入ってくれてて、しょっちゅうやるし、これすごい気に入られてて「うだだだだだここ欲しい」っていうね。なるほど。クレッシェンドのフロアとスネア指定でもあります。これだからボースじゃないのね。ちゃんとクレッシェンドしてどっちが速いの？スネアが速いんだっけ？スネアがジャスト？本当はこうやりたいけど。なるほど。いや意外とだからこの辺椎名林檎さんが林檎ちゃんがこう指定した音まで入ってると。
だから事変はやっぱ長いし、まあみんな仲良しだよね、バンドがね。そう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 。すごいこう、みんなで作ってる感じはすごくするんで。めっちゃ喧嘩する時もあったけどね、本当伊沢くんとシナリンゴがもうエレベーター閉まるまで大喧嘩みたいな。意外とそういうね、もう時効だから言ってもいいと思う。ほんとね、結構ギスギスしてる時ありました。ほんと。それは何、音楽的な部分で？そう、アレンジ的な。伊沢くんのアレン、もう譲らないみたいな。お互い譲らない。お互い譲らないみたいな。亀田さんは、ご自身の曲は大体伊沢くんに任せます。でも他の曲で大活躍しているのもありますし、もちろん素晴らしい。ほっといても素晴らしいんだよね。なので、こんないろんなエピソードの詰まった譜面が欲しい方は、メルマガ登録か LINE 登録してください。というわけで、本日は以上になりますが、ジャズドラマの解説、進行役は黒田和義でございました。そして、グレート畑俊樹桜餅というわけでじゃあ、また何曲かやろうかなと思ってますので、また次回を楽しみにしておいてください。ありがとうございました。ありがとうございます。